皆様こんにちは、ゼリナです。今回は10月4日全国発売、9月20日より予約受付中のアディクションホリデー2024コレクションファンタジーフリーフォールよりホリデーアディクションファンタジーフリーフォール1ミニリップトリオファンタジーフリーフォール101ベースメイクアップコレクション2024をご紹介していきます。アディクション様よりホリデー第1弾で発売されるアイテムをギフティングいただきましたので、ベースメイクアップキットで下地からフェイスパウダーまでアイテムをご紹介しながらベースメイクを仕上げた後、ファンタジーフリーフォール1番とミニリップトリオ101のカラーをそれぞれご紹介していきます。発売前に少しでもアイテム選びの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも2024年クリスマスコフレの発売情報やアイシャドウチークリップなどの全色レビュー、そしてサブチャンネルではリクエストいただいた内容をアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アディクションホリデー2024コレクションファンタジーフリーフォール。アディクションが今年のホリデーに向かう先はファンタジーフリーフォール。空想の中に広がる無数のきらめきが現実から遠い場所へとあなたを連れ出します。無重力をさまよいながらメタリックパステルのグラデーションに心奪われて、繊細な光の中を浮遊しながら昨日までのイマジネーションすらリセットさせて、表情に映る幻想的なモーメントをあなたのホリデーにお届けします。ご紹介していくのはこちら、ホリデーアディクションファンタジーフリーフォール1。ファンタジックなホリデーの世界観を淡い光のベールでまとうペールトーンのキット。繊細な輝きが透き通る夢見るような表情へ。セット内容はザ・アイシャドウファンタジーフリーフォール101。繊細なパールが均一に伸び広がるホリデー限定の2色セット。空想の世界の光をまぶたに閉じ込めるオーロラピンク&アイシーブルー。ザ・ブラッシュファンタジーフリーフォール101。マットカラー1色とニュアンサー2色をセットした粉感ゼロのクリーミーなパウダーブラッシュ。エレガントな青みが透明感と浮遊感を演出するヘイジーパステルのグラデーション。そしてザ・リップバームブロンティート101。みずみずしいツヤと高保湿感のティントリップバーム。パープルパールがうららかな血色感を宿すドリーミーなペタルピンク。続いてミニリップトリオファンタジーフォール101。唇にときめきをもたらすイノセントなピンクリップトリオ。ジェントルなマット、ディープなグロッシー、ピュアなパール。多彩なマットリップとリップオイルで唇を存分に甘やかして。そしてホリデーアディクションベースメイクアップコレクション2024。ピンとした立体ツヤと張りをもたらすベストセラーファンデーション。新しいデイクリームとクレンジングクリーム。滑らかな透明感を持続させるルーズパウダーの限定色をセットに。相性抜群の4つのプロダクトでホリデーにふさわしいリフトグローな肌へ。それでは早速ベースメイクアップコレクションをご紹介しながらメイクを仕上げていきたいと思います。まずはこちら、下地としても使えるデイクリームを塗っていきます。こちらは9月に新しく発売されたばかりの日中用クリーム兼下地ということで、とても気になっていました。肌の上でもこんな感じでスルスルと伸び広がってくれる水分をたっぷりと含んだクリームです。肌表面の乾燥が気になる時にも伸ばしやすく、クリームでしっかりと保湿感を肌に抱え込んでくれる感じもします。はい、まずはこちら側半分にデイクリームを塗ってみました。こちらは日中用の保湿クリーム兼下地ということで、特にカラーやパールなどは配合されていないので、見た目だと何も塗っていない方の肌と変化は感じにくいですが、しっかりと水分を含んだみずみずしいタイプのクリームなので、毛穴や凹凸を自然にふっくらと整えてくれています。肌表面を触った感じも水分と油分をバランスよく与えてくれて、もっちり柔らかな肌に整っているので、これからの季節、乾燥やパサつきが気になってうまくベースメイクが塗れないという時にも保湿しながら肌を整えてくれる感じがすごくいいなと思いました。なじませていくと内側はしっかり保湿されている感じはしますが、肌表面にベタつきは残らないので、後から重ねるファンデーションの仕上がりにも影響しにくいんじゃないかなと思います。
爽やかなローズ系の香りがほんのりとする程度なので、香りが苦手という方にもとても使いやすいと思います。続いてはこちら。ザ・ファンデーションリフトグローです。今回のベースメイクアップキットは、101は明るめのピンクカラーの003番のファンデーション、そして102番にはニュートラルカラーで標準的な明るさの006のファンデーションがセットされていて、この2色からファンデーションカラーを選ぶことができます。今回は003のファンデーションが入った101をいただきましたが、102のキットにセットされている006のファンデーションももともと愛用していたので、この2色のカラーの違いもご紹介していきたいと思います。まずはこちら側に明るめのピンクカラー003を塗っていきます。こちらのファンデーションは何といってもファンデーションの粉体を感じさせない滑らかなテクスチャーが大きなポイントです。こんな感じでスルスルと伸び広がってピンと張り感のあるリフトアップしたようなツヤを演出してくれます。カバー力も適度にあるので一度塗りでもこんな感じで気になる赤みや色ムラもカバーしてくれます。そしてタップするように重ねていくとカバーしつつどんどん綺麗なツヤが出てきます。はい、まずはこちら側半分に003を塗ってみました。気になる箇所に何とかしっかりと重ねてカバーしてみましたが、下地のみの方と比較をしても厚塗り感やファンデーションを塗っている感が出ていないのに自然にカバーしてくれていますよね。近くで見てもこんな感じで粉体を感じさせない滑らかな質感なので、重ねていっても厚みや重さが出ることなくとても滑らかで綺麗です。大きいニキビ跡などはコンシーラーと合わせてカバーするのがおすすめですが、肌全体の赤みや色ムラは綺麗にカバーしてくれるカバー力も兼ね備えているタイプです。そしてこちらのファンデーションは何といってもこのリフトアップしたようなハリツヤ感がとても綺麗ですよね。保湿力が高く滑らかな塗り心地でピンと張ったようなハリツヤ肌を演出したいという方にかなりおすすめのファンデーションです。はい、反対側には102のキットにセットされている006番のカラーのファンデーションを塗ってみました。どちらも粉体を感じさせない滑らかなファンデーションなので顔料がしっかり肌に乗るという感じはしませんが、それでも比較をしてみると003と006のカラーや明るさの違いがかなりわかりやすいと思います。003は標準よりも少し明るめでピンクのカラーで柔らかい印象の肌に仕上げたい方におすすめ。006は標準的な明るさでピンクにもイエローにも寄りすぎないニュートラルなカラーが好きという方におすすめです。ただ首元で比較をしても明るい方もそこまでファンデーションが浮いてしまっている感じはしないので、顔全体にのせた時の仕上がりの好みで選んでいただいても大丈夫なファンデーションかなと思います。続いてはこちら。インビジブルエッセンスルースパウダートランスルーセントプラスの限定色101です。まずはこちら側半分に塗ってみます。かなり粒子の細かいパウダーなので肌の上にのせてもこんな感じで全然粉っぽさを感じないです。最初にのせたこの辺りにホワイトのカラーで明るさが出ているのがとても綺麗です。はい、こちら側半分に限定のルースパウダーを塗ってみました。ファンデーションはどちらも同じ006で揃えていましたが、こちらのパウダーのホワイトのカラーで自然に肌トーンをアップしている感じがとてもわかりやすいと思います。しっかりとしたトーンアップ効果はありますが、近くで見るとこんな感じで全く粉っぽさや厚みは感じずに肌にスッと綺麗に馴染んでくれています。ファンデーションの油分っぽさをしっかりと抑えつつも程よく透け感を残してくれるようなトランスルーセントタイプです。パールやラメは配合されていませんが、ブラシで磨くようにのせると滑らかな陶器のようなつるんと感も出てくれました。肌表面はふんわりサラサラに整っています。自然に明るさが出る感じがすごく綺麗だなと思います。はい、こんな感じでベースメイクアップコレクションを使ったメイクが完成しました。肌にしっかりと保湿感を抱え込んだまま内側から発光するような自然なハリツヤ肌に仕上がりました。近くで見てもこんな感じで厚塗り感はないですが気になる部分はしっかりカバーされているのと透けるような自然なツヤが出ているのがすごく綺麗ですよね。こちらのベースメイクキットにはその他オリジナルのメイクポーチと9月に新しく発売されたクレンジングクリームのミニサイズもセットになっています。クレンジングクリームは昨晩試してみましたが程よい硬さのあるクリームなのでしっかり重ねたファンデーションにもよく馴染んでくれて
洗い上がりは程よいオイル感を残しつつもべたつかないさっぱりとした洗い心地です。強すぎない香りですが、洗い上がりもほんのりウッディが香ってすごくリラックスできる香りでした。では、ここからはホリデーアディクションファンタジーフリーフォール1をご紹介していきます。こちらはリップ、アイシャドウ、そしてチークがセットになっているので、それぞれ順番にご紹介していきます。まずはリップです。はい、ザ・リップバームグローティントの101は唇にのせるとこんな感じでした。かなりみずみずしくて程よいオイルっぽさも感じられるようなティントバームだったので、乾燥が気になる状態の唇の上でもスルスルと伸び広がってくれました。唇の上にのせると青み寄りのピンクカラーが結構しっかりと発色します。リップ自体のオイルっぽさでツヤも出ていますが、ベースのカラーと同系色のパープル系のパールの効果で立体感のあるふっくらとした唇に見せてくれています。唇の乾燥が気になる時にもさっと塗りやすく、血色感もしっかりとアップさせてくれてとても可愛いです。続いてはこちら。ザ・ブラッシュファンタジーフリーフォールの101です。こちらのブラシは左からピュアなムードを描くベビーピンクのマットブラッシュ。中央はシルバーパールが瞬くシャンパンピンクのニュアンサー。頬の高い位置や眉骨の下に使うのがおすすめ。そして右はムーディーに変更するペールパープルのニュアンサー。上から重ねるようにこめかみ全体に塗るのがおすすめとのことです。まずはそれぞれ単色塗りをしてみてどんな感じのカラーなのか見ていきます。まずはこちら側に左のマットタイプを塗ってみます。頬の上にのせると一塗りでも結構しっかりと発色を楽しめます。見たままのようなしっかり血色も感じられるピンクに発色して可愛いです。はい、こちら側半分に左側のマットタイプのチークカラーをのせてみました。ベビーピンクのカラーとのことですが、頬の上にのせてもしっかりと発色を楽しめたので、白っぽいピンクではなく、程よく血色を感じられるピンクに発色してとても綺麗だなと思います。近くで見てもこんな感じで、高発色のタイプですが、しっとり柔らかい粉質で肌に溶け込むように馴染んでくれるのと、パールやラメを感じないマット質感なので、肌馴染みが良く綺麗なグラデーションになってくれます。青みにも黄身にも寄りすぎていないピンクカラーがアディクションらしくてすごく素敵です。では反対側には右のペールパープルのニュアンサーを塗ってみます。ニュアンサー単色塗りだとこんな感じで、結構しっかり青みのパープルカラーが肌の上に乗って透明感をぐんと引き出してくれます。はい、反対側には右のニュアンサーを単色塗りしてみました。こちらは肌の上でもしっかりと青みのパープルが発色するのと、顔を動かすとこんな感じでオーロラのような偏光感を楽しむことができます。近くで見てもそこまでパールやラメが強すぎる感じではないので、毛穴が悪目立ちする感じはしませんが、単色使いだとかなり偏光感がわかりやすいので、こちらはマットタイプのチークの上に重ねるとより使いやすくなるかなと思います。続いて中央のハイライトカラーは C ゾーンにハイライトとして塗ってみたいと思います。こちらはシャンパンピンクのカラーとのことですが、肌の上にのせると意外としっかり肌に馴染んでくれるカラーですね。そしてパールのツヤとラメ、どちらも感じられるような贅沢なハイライトです。はい、こちら側の C ゾーンに中央のハイライトカラーをのせてみました。パールの濡れツヤ感にプラスして微細なラメの輝きも楽しめて、透明感の中にもホリデーらしい華やかさを感じられるようなツヤ肌に仕上げてくれました。近くで見てもこんな感じで、しっとりとしたパール質感が肌全体に乗ってツヤを演出してくれます。意外と大人っぽいゴールドニュアンスを感じることができるので、このチークの幻想的な柔らかいイメージに程よいアクセントを加えてくれます。はい、全色を組み合わせてみるとこんな感じに仕上がりました。今回はベースに広範囲にマットタイプのチークカラーを塗った上に、頬の中心部分にライラックのニュアンサー、そして C ゾーンとチークの境目にかかるようにこちらのハイライトを塗ってみました。全色を組み合わせると透明感と明るさのあるピンクカラーが綺麗なのはもちろん、横を向いた時や顔を動かした時にパープルのニュアンサーがオーロラのように幻想的に輝く感じがものすごく綺麗でした。近くで見るとこんな感じで、よりこちらのニュアンサーの発光感がわかりやすいと思います。
透明感がしっかりと出て幻想的なイメージに仕上がりますが、ベースに塗っているピンクのカラーが青みに寄りすぎていないのと、ハイライトカラーも程よいゴールド系の大人っぽさがプラスされるので、そこまで甘くなりすぎないところが絶妙だなと思います。このチークものすごく可愛いです。それでは最後はこちら。ザ・アイシャドウファンタジーフリーフォール101をご紹介していきます。こちらもチークと同じように2色に分かれているので、まずは1色ずつをまぶたに単色塗りしてご紹介していきます。まずは左側のオーロラピンクです。オーロラピンクは先ほどのチークにセットされていたハイライトと同様のパールがぎっしりと詰まっているタイプで、濡れツヤ感を演出してくれます。この質もかなりしっとりとしていて、粉っぽさがなく塗りやすいです。はい、左側のオーロラピンク、単色塗りだとこんな感じでした。まぶたの上にのせても見たままのイメージで発色してくれる透明感抜群のツヤツヤカラーですが、ほんのりくすみローズのニュアンスも感じられるピンク系に発色するので、大人っぽくて可愛らしい印象に仕上がります。パールの濡れツヤ質感のベースにシルバーの微細ラメもきらめくので、このシルバーラメで透明感をしっかりと演出してくれていますね。単色塗りでもとても可愛いです。続いて右側、アイシーブルーです。アイシーブルーも同様にツヤが出るタイプですが、こちらは素肌の透け感が残ってくれる、かなり軽やかなタイプですね。はい、こちら側には右側のアイシーブルーを単色塗りしてみました。アイシーブルーはさらりとした粉質で、程よく素肌の透け感が残るようなハイライトカラーとしても使いやすそうなタイプでした。柔らかいブルーカラーのベースに同系色の大粒ラメがキラキラと輝いてとても可愛いです。ではこちらの2色を使ってメイクを仕上げていきます。まず右側のアイシーブルーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。程よく透け感のあるカラーだったので、全体にのせてもそこまで派手な印象にならなくて、今回のコレクションの透明感をかなり引き出してくれているなと思いました。続いて右側のオーロラピンクを指に取って、上まぶたの黒目の中心から少し広めにぼかして塗っていきます。ポイントでこのピンクを重ねることで、目を開けた時にパールのツヤめきがとても綺麗に出てくれます。最後にアディクションのアイシャドウブラシに戻って、下まぶた全体にのせていきます。今回は締め色なしなので、下まぶたにもしっかりカラーを発色させて、目元を引き締めておきます。はい、こんな感じでザ・アイシャドウファンタジーフリーフォール101、2色を使ったメイクが完成しました。簡単なアイメイクですが、どちらにもパールのツヤやラメのきらめきが効いているので、立体的な綺麗なグラデーションアイに仕上がったかなと思います。特に左側のオーロラピンクは今回のコレクションの柔らかく幻想的な透明感のあるイメージは保ちつつも程よい深みがあるカラーだったので、締め色なしでも程よく引き締まったメイクに仕上がったなと思いました。ファンタジーフリーフォール1番、すべてのアイテムを使ってメイクするとこんな感じに仕上がります。アイ、チーク、リップとすべてツヤ質感なのと、青みの効いているカラーがキーになっていて、透明感抜群のツヤツヤメイクに仕上がりました。ただ、チークにもリップにもアイシャドウにも程よい深みがあるので、大人の透明感メイクが楽しめて、すごく計算されているなと思いました。それでは最後はこちら。ミニリップトリオファンタジーフリーフォール101をご紹介していきます。1色目はリップオイルミニの106。シルバーやブルーのパールがひしめくシアーピンク。はい、リップオイルミニの106はこんな感じでした。大人唇の血色が完全に透けるような透明のクロスベースにシルバーのパールが特に目立ってミルキーな印象の唇に仕上げてくれます。パールがぎっしりと詰まっているタイプなので、単色塗りはもちろんですが、マット系のリップの上に重ねるとより艶やかさや立体感を楽しめそうです。続いてリップオイルミニ105。果実のような深みと透明感をもたらすベリーピンク。はい、リップオイルミニの105、唇の上にのせるとこんな感じでした。
かなり深みのあるベリーピンクが元の唇の血色を完全に覆うように乗ってくれます。絶妙な深みが大人っぽさと上品な印象を与えてくれて素敵です。最後はこちら、ザ・マットリップリキッドミニ120。ほのかな青みで視線を引き寄せるスモーキーピンク。はい、マットリップリキッドミニの120、唇の上にのせるとこんな感じでした。カラー説明の通り、ほんのり絶妙な青みを感じつつ、暗くなりすぎない程度のスモーキーな印象を与えてくれる、とても大人っぽいマットリップでした。トレンド感や程よいアクセントが欲しい時のピンクリップとして活躍してくれそうです。全3色比較するとこんな感じです。はい、ではこんな感じで10月4日全国発売、9月20日より予約受付中のアディクションホリデーコレクション第1弾をご紹介していきました。第1弾では9月に発売されたばかりの新作アイテムが楽しめるベースメイクキットや透明感抜群のメイクキットなどかなり盛りだくさんでしたが、個人的にはやはりこちらのファンタジーフリーフォール1の絶妙な大人っぽさを残している透明感とツヤ感が叶うメイクがすごく素敵だったなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。